低価格で美味しいということにつきます。一回洗って、それで切るって感じ。这行，我好几盘两盘吗？好几盘。
都嗯。
哥那那就2个萝卜，就2个啥？啥了？上边也行，就老舅。扔的是。搞定起来了。这块能够15家。半分少ないから大丈夫ですか？あ、大丈夫です。大丈夫。少なくて OK です。少なくて大丈夫です。今まだ。给它放食材放。放台湾面也行，张龙。行。说了。これは何ですか？つけ麺。はい。みんなで朝ごはんですか？あ、そうです。朝ごはん。おすすめというか。おすすめ。これは中国の？あ、そうですね。中国の本格の中華料理ですね。牛肉の四川風煮込みとか、豚肉との四川風煮込みとか、これ全部辛いの料理から。うん。でももし辛いの好きなお客さん様？もっと辛くするんですか？もっと辛い。そうです。おすすめ。おすすめ。今は中国人はこの魚好き。こちらも好き。こちら人気の。おお。いただきます。毎朝皆さんで朝ごはんを。朝ラーメン。朝ラーメン。ラーメンとかそうめんとか。朝ごはんを食べてから開店ですか？そう、今から11時前、11時ぐらい。頑張れますね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
はい。これ。我了，我了。11時開店ですぐにご来店されてましたけど、いつもこんな感じですか？そうそう。時期いっぱいだ。で、ご飯がいつも炊きたて。残り物じゃない。おそらくそれはもう。だから美味しい。おいしい、おいしい。おいしい、おいしいです。再找点碗，我就这碗拿包碗那个。ニラレバランチでございます。はい、ごゆっくりどうぞ。はい。お兄さんのおすすめはニラレバですか？あとホイコーロー、ホイコーロー、はい、あと麻婆豆腐、麻婆豆腐、王道ですけど美味しいです。美味しいです。まあ全てこのメニューのやつはあれ価格が庶民的やなとね。リーズナブルで助かる。はい。6畳が4回でございます。ありがとうございました。まだお待ちくださいませ。ありがとうございました。1週間は3回、4回くらい来られます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まだお待ちくださいませ。ありがとうございました。
福泉さんのお気に入りポイントはやはり全ての定食がリーズナブルで低価格で美味しいということにつきます。これからもどんどん近く来ましたら率先して立ち寄るようにいたしますので、はい、よろしくです。お願いします。刚刚是好了啊。はい。はい。ありがとうございます。魚チャーハン。ありがとう。いらっしゃいませ。どうぞ。那是不是2个面？
美味しそう。美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうですね。ね、美味しいよ。美味しいですか？すべて量も多いし、美味しいですよ。昼来て夜も食って、あ、昼来て夜も来て、お母さんとは、長い付き合い。あ、奥様とは。お子さんも長い付き合い。家族と来たらこれは食べるみたいなメニューとかあったりしあ、ます？もう唐揚げやね。唐揚げですか？唐揚げです。これはもう、とりあえず唐揚げは注文して、あとみんなで、シェアしながら、家族ともするし、会社の仲間と飲み会もここで、させてもらってますよ。ああ、いいですね。お待たせしました。ご試乗が。すみません。もうこのままビールとか飲みたいぐらいですね。ほんまにそう。ビールもおつまみセットで、生と2つもこんな単品で、2つ頼んで。这都一个全是饺子啊。はい。お願いします。カニ生。カニ生そばに。お願いします。お待たせいたしました。失礼します。いつも僕キクラゲって言うだけ。キクラゲって言うたらいつもこれが出てくる。五目やねって言われて、はい、そうですね。これも野菜で。野菜が欲しいからこっちも欲しい。ああ。やっぱ野菜取りたい人にもこのメニューをおすすめということで。ありがとうございます。これも野菜でやります。いつもより一生懸命ちゃう。ハマったポイントとかあるんですか？とにかくうまい。美味しい。何でもうまいね。あとはおすすめは台湾ラーメンが美味しい。台湾ラーメンですか？
はい。じゃあ74円ございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あちらの方も常連様なんですか？そうです。常連さん。だいたい10年前からずっと来ます。そうなんですね。そうです。めちゃめちゃ長いですね。そうです。時々は家族も来て。そうです。でももう優しいから。優しいから。そうですね。はい。麻婆青椒这个啊。お願いします。应该都有。再来一条。はい。いらっしゃいませ。めちゃくちゃ出ますね。うん、そうです。毎日。麻婆豆腐一番人気。一番人気。一番人気。はい。そうです。把辣炒饺子单品一箱。はい。
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。お味いかがでしたか？すごいやっぱ美味しいですね。本格的なんで美味しいですか？なかなかね台湾ラーメンを食べれるところってのがこの辺やと少ないと思うんで、そういう意味でもやっぱりいいところですね。接客もすごいいいんで来て温かい気持ちになりますね。今さっき食べた台湾ラーメンはぜひ食べてほしいのと、台湾ラーメン、夏限定にはなるんですけど、ざる中華みたいな、なんか冷やし中華やったかな、ざる中華やったかちょっと忘れたけど、ランチセットにつけれるやつがあるんで、それもぜひよかったらって感じですかね。かしこまりました。お願いします。お願いします。お願いします。はい。はい。ありがとうございました。
ます。はいちょっと熱い気をつけてください。唐揚げでございます。はい、失礼します。ワンラーメンのティフィンチャーハン制度でございます。はい、はい、どうぞ。
番号だ。ます。なんかこのお店を開くきっかけみたいなのはあったんですか？家族もともと2人で働いてたので、お店を作ることによって建てることによって安定した生活ができる。私と一緒に過ごすためにもお店を立ち上げた方が作った方がずっとここっていうので安定するから、そこでちょっと娘さんを一人にしないために、中国で一人だけですね。かわいそう。いかがですか？日本に来て11年。日本はすごくいい感じ。でも加藤市の方一番優しい。助けてくれる。そうですね。みんな隣の方も優しいです。はい。平日でしたら普段工場行ってる方とかちょっと働いてる方来ていただけるので、その方に来てもらえるようにランチとかもずっとやっていたり、あと夜になると2階にも宴会室があるんですけど、そちらの方とか利用していただいて宴会をしたり、あと大学生の方々も予約に来てくれたり、元気しましたら日本の方って年がとってもちょっと80歳とか70歳とかも結構中国に比べて若い、より若く見えるっていうか、仕事もできるって感じなので、日本で暮らしてるので、その方みたいにちょっと働き続けようかなって頑張ります。一緒に頑張ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。スープは豚骨ですか？豚骨。ちゃんぽんが中心やから。期待しとったのに。
間前だったらみんなセットしてくれるからそれでも遅いからだから魚3キロ一味と醤油と辛みがまんべんなくなるように作る本人はほとんど食べないそうなんですか。辛いもんあ油で膜作るあもうそれで大体コーティングできたはい、ご苦労さんです。ご苦労様ですこれがちゃんと麺ですか。はいそうです。お持ち帰りだけで来たりするお客様。忙しなったらこの後取られる。
です。お待たせしました。ご注文以上で大丈夫ですかね。でかいてきます。選べてきたなと思うと。はい。半ちゃんちゃんこっち、半ちゃんたらいちです。ありがとう。がついているのがそうそう。皿うどん。皿うどん。こっちはね、ちょっとね、とろみがついてる。薄いとろみなんだけど、食べたら食感が違うんですよ。この方が麺に絡みやすい。ああ、なるほどね。うん。麺が美味しいよね。まろやかなんだけど、スープの味がすごくしっかりしてて美味しいです。九州では両方あるからね。揚げた麺と普通の柔らかい麺と。揚げそばの方はもっとドロッとしとる。すごい綺麗に
もちろんスープまで。汁が美味しいから。ごちそうさまでした。すみません。はい。ありがとうございます。こちらのお店に通う理由とか。丁寧やと思います。お店も綺麗にしてるでしょ。一押しメニューは多分ちゃんぽんやと思うんですけど、個人的には揚げそばですね。揚げそば。一押し揚げそば一押し。でそれにソースをかけて食べるのが美味しい。美味しい。そうなんですね。私ここの高菜も好きなの。高菜美味しいね。美味しいよね。食べ放題。辛いけどね。辛いんですかね。めっちゃ辛いですよ。辛いけどここの高菜を食べると他は食べれない。高菜はチャーハンにぶちまけて食べるね。いいですね、チャーハンに。美味しいですよ。高菜。醤油。はっちゃん醤油です。はい。はい、醤油ね。はい。お待ちどうさん。はい、醤油とどうぞ。いらっしゃい。初めて来ました。上司に勧められて。上司に勧められて、おすすめのメニューはこのメニューなんですか？ちゃんぽんって言われました。あ、ちゃんぽんって言われて。僕エビ食べれないって言ったら、じゃあ醤油かなって言われました。あ、そうなんですね。はい。美味しいです。はい。はい。はいよ。はい。揚げそばね。はい。ありがとう。はい。はい。そうだね。はい。私は揚げそばが大好きです。揚げそばです。そうですそうです。歯ごたえが良くて、でとろっとかかってるお野菜がたくさん入ってて美味しいです。5、6人で。友達の情報でここへ来ました。僕は広島の福山ですけど、この辺にちょっと用があって来てたら、ここのお店を勧められたんですけど。
半ちゃんのちゃんぽん。そうですね。はい。半ちゃんちゃんぽんです。いらっしゃいませ。座席。すいません。すいません、味噌ラーメンです。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ラーメンとか先行きます。はい、すいません、失礼します。半ちゃんです。はい、ごめんなさい。ちゃんぽんにされたんですか？店員さんに勧められたので。美味しいですね。やばいのかな。ライス入れて。何？全部飛んで。
センチ半ぐらい。はい、ごめんなさい、ラーメン上がった。はい、お願いします。はい、ありがとう。すいません、お味噌。はい。はい、醤油ね。はい、どうぞ。熱々で美味しそうですね。うまいです。その辛いぐらいがうまい。ちゃんぽんの2つと餃子です。餃子2人前。いやだから自分のどれやつこれ以上客増やしてこれ食べてんや。高菜がうまい。そうそう。うまいうまい。他のところと全然違うから。これを食べるために来てんの。これを食べるために来ている。普通のあれは食べるんですけどね。これを食べる。辛っ。これって牛乳なんですか？牛乳。臭みをちょっと取る。はい、はい、ありがとう。はい。失礼します。ありがとう。お父さんから。餃子持ってもいい。頑張ります。
これ暇なんですか？暇ですよ。忙しい時これの何倍ぐらい？だからずっと作ると2時ぐらいまで。毎日これぐらいやったら余裕で楽なんで。ありがとうございます。余裕ですか？はい、ありがとう。美味しいです。はい。お野菜がたくさん入ってて美味しい。5、6人で。ごちそうさまでした。はい、ごめんなさい。お願いします。はい、ありがとう。
お塩いっぱい入れてちょっとデカ落とします。昔から親父に教えてもらったレシピというか7キロ入ってるんですよこれ粉。水分が3キロ弱、まあトータル10キロ。硬かったら水足すとか柔らかかったらもうちょい小麦粉を足すとか、それはもうこれだけ手の感覚だけです。独立した時にこれを親父がどうしても買わなあかん言うて、もうこんな会社ないらしい。もうこの機械自体はもう力がそこまでないからどうしても踏む作業がいいね。僕がこの仕事が嫌でかなかったんやけどしんどいさかいにだけどやっぱりいろんな人に聞くとやっぱり踏む作業があるから美味しいそば打てんのよ言うて言われるから。ただ親父がやっとったんが60歳までやったし俺あと2年やし60までまあ2年は頑張ろうかなと、よいしょ。ここまでし合ってやっと引っ張ってくれるローラーここまで伸ばさないとこれがそこまでしてくれへんの。バンダナかぶったり帽子反対向けてかぶってるラーメン屋のお兄ちゃんやなもうこれはスタートラインやと思うよ。一本の竹でね2つ合わせてこの2つで1本の長い竹よいしょ。うちの親父が勉強させてもらった店があるんだけどね、そこがこのやり方をしたかって不要園っていう、老舗このやり方がうちの料理には一番合うやろし一番美味しいと思ってやってますわ。ここにある黄色いキャップのやつこれ寒水言うねんけど中華そばに絶対入れんなねやつやけどこれをようけ入れるとこんなこと多分せんでええねん。要するにコシとか中華麺の滑らかさとかが出してくれるやつですけどただ匂いがするんでちょっとふわっとアンモニア臭みたいなのが匂いがどうしても好きになるんでなるべく寒水を抑えめにしてコシとか出すんやったらこのやり方。
でんぷんやね、打ち粉、生地がひっつかんようにね。ここから3回に分けてちょっとずつそばを締めていって4回目にそばに切ります。工程長いですね。長い、最初2時間かかる。親父さんの時からもうずっと。親父、そうですよ。僕ね、親父と売り上げが悪くてね、30歳までねサラリーマンやってたんですよ。それもジーパン屋さん。まあ30前後の時かな、親父がまあ具合悪くなって倒れよって、で母親に家の仕事してくれへんかって言われて、でこの世界に入っていった。で親父がほんまの元職人っていう感じのおっさんやったからに、なんでそんな何回3回も4回も縮めていかなあかんねん、いっぺんにやったらええやんけって、それは見とけって言われて、そんなんやったな。あと1回ずつ締めて、よいしょ。生麺と焼きそばとに分けんやけどね、これを。焼きそばこれですか？これ同じことなんやけど、これがそのまま焼きそばになるんです。同じようにね、ゴツゴツした粉と水の塊が。焼きそばに回すやつです。よいしょ。生と焼きそばは何が違うんですか？ここからね、ちょっとしとっとした感じなんだけど、これこうして扇風機回してこれを完全に乾かすんです。一旦で乾かした後で蒸して湯通し先しといて、注文取ったらそれを焼くね。焼いたやつが焼きそば。あんなして踏んで手間かけてる分だけやっぱりそれなりのコシはあると思うけどね。ワイヤー2台目。2台目。1回切れたんですよ。ワイヤーが。ワイヤーが。切れたんですかこれ。切れた。バチッて切れて、俺ひっくり返ってここで。この打ちすぎても剥がれてますもんね。あ、向こうね。そうそう。終わりました。よいしょ。あ、長くてすみません。やっと終わりました。これが乾いた状態の焼きそばやな。ガラムもカリカリのこういう状態になって、さっきのやつをお湯に1回わっと通したら、ほんでオーダーが通ったら焼く。ここがスタッフルームですわ。スタッフさんがやっとこう向こうのとこに正門があって、で正門ドーンと見たら俳優会館とか言うて。おはようございます。うちのスープは開店以来の継ぎ足し、昭和46年開店からずっと継ぎ足し継ぎ足し、もうずっと途切れず途切れず。はい。塩。
べ練っといて一晩寝かしたやつね、ミンチは。おとついこしらえたシューマイの皮。これも手作り？手作りです。水と塩と小麦粉だけ。お前はこれいつも何個ぐらい作るんですか？今日も時間がないさかいにこれで大体50。うん、通常は100倍やる。オーダー取ってからこれをスープにつけんねん。スープ旬でもっと美味しいなのか。これで今何個これで10人前になりますね。10人前。はい。バレる。これが酢豚。これ全部焼き飯の豚にする。こっち側焼き豚として売るけどね。これが唐揚げ、うちの。唐揚げ？うん。火完全に通った段階で揚げてきてお醤油につけて、でこれで乾かしとく。でよそで言わはる唐揚げがさっき見ててもらった天ぷらに近い、練ってたやつね。あれがうちの柏の天ぷら。
は
ラーメンのセットでいいですか。はい。はい、お待ちどうさんです。で注文通ったらスープにつけます。いらっしゃいませ。お二人カウンターでもよろしいか。すみません。はい、お願いします。はい。焼きそばのセットとエビ玉丼のセット。でエビ玉丼とワンタン麺のセット。ミニエビ玉丼のセット。エビ玉丼セット。はい。で、もう一つが焼きそばとミニエビ玉丼のセットでございます。大分県からです。観光です。とちょっと街をブラブラみたいな。私は焼きそばとあとミニエビ玉丼を頼みました。で、ワンタン麺とあとミニエビ玉丼のセットです。はい。
のが美味しいです。麺がちょっと焼いてあってパリッとしてて美味しいです。さっぱりしたすごい美味しいですね。これはなんだっけ？エビ玉丼。エビ玉丼。焼きそばの2つ。はい。唐揚げを1つ。はい。酢豚1。はい。全部単品で。焼きそば2と唐揚げと酢豚1。はい。おきに。あ、美味しかったです。はい。時々してますね。はい。何が目当てで？彼女はワンタン麺が好き。彼はチャーハンかな。はい。まあ他何食べても美味しい。美味しい。やっぱ。美味しい。小学校の卒業式終わって何食べたいって聞いたら食べたいって。それを言いました。お店の人が優しい。今日は何を頼まれました？中華そば2つとワンタン麺1つとセットでチャーハン、で柏唐揚げを2つ。餃子かな。楽しみやね。
これがね鶏の唐揚げ、柏の唐揚げ。美味しそう。美味しいな、ここの美味しいな、いいな。いらっしゃいませ。中華そばです。すみません。何人ぐらいなのね。お父さんがやった時からの。これ大好き。これが好きなんですよ。酢豚。でもどれも美味しいですよ。行ってほしい。マットさんです。結構何でも食べますよ、人通り。日によって。ここシューマイ行きます。お待ちどうさまです。
すいません、どうぞバイバイって。お疲れ様でした。おおきにありがとうございます。どんなにも使いです。はい。ありがとうございます。おきにありがとう。週一。はい。週一分。はい、近くなんでお店が。いつもセットばっかりですね。何でも美味しいですね。もう小学校の時から来てるんで。小学校の時。もう40年ぐらい前から来てますね。ありがとうございます。はい。おおきにありがとう。おおきに。なかった。うん。通販やな。豚と小エビの天ぷらと餃子と焼き飯と天津飯ですかね。結構食べました。いや、僕初めてなんですよ。あ、そう。はい。初めてだ。はい。いつもこの辺を通ってるんですけど、なかなか来る機会がたまたまなかっただけで。こういう町中華好きなんで美味しいからね。はい。すみません、おマットさんでした。おきに。はい。すみません、遅くなりました。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。
これ鳥ですか？鳥と川にとか。高校卒業18歳か、俺58になったから40年ですわ。2代目もう両親ともに亡くなってしもてるんであれですけども、高校クラブヘトヘトになって帰ってきたって「ああそばをといて」もう社会人になってからでもサラリーマンで仕事帰ってからも同じような感じだったし「そばをといてくれ」下手したら朝の段階で「今日そばおいちやしな」って言われる晩帰ってきたらそば打ってもらうしなってあの機会ももうあと何年もつや知らんけどそれでもう約5年になるやろしあと何年か頑張ります本当に。踏んでローラー回していって生地がきれいになってきて最後そばになった時にやっぱりまあなんかこう
嬉しいですよね。で出来上がったそば食べてもうて美味しい言うてもらえたら、ここのちょっと違うねって言われたらやっぱりそれも嬉しいですよね。継ぎ足しの35年、大阪事業時代のタレをもらってきて、それに継ぎ足ししてます。大阪ではどこで？大阪ね、もう今ないんですよ。吹田の昔 MBS があったとこが毎日放送があるんですけど、そこの敷地内に中華レストランがあって、そこが初めての修行場所があって、そこから点々点々として。国によって料理の仕方が違うんで、調理法も違ってくるんで、油通してから炒めるとかなってくると、今度広東系になるし、そのまま炒めると北京系になってくるし、一番初めに仕事した店が全部取り入れてる店やったんで、呼び方もその地方によって言葉が違うから、同じ鳥でもチーって言ったりとかヒーって言ったりとかいろいろあるんで、だけど北京よりは北京よりですよね。味も全部こうバラバラなんやけど、それが一晩寝かせることによって野菜までに仕組み込んで代化するというか、味がまとまっていく。練りごまフードカットにかけてこう粘りを出してるんですね。これ白ごまなんですよ。むきごまっていって皮のない部分なんで、それを担々麺とかバンバンジーとかに使うんですね。冷めるとこういう形になるんですね。こういう形の。いろんな部位ができるわけです。これがさっきの1日寝かしたものですね。
出来たてのやつを切ると肉が分かれるんで、うちはさこうやってこの糸切りも使うんで、柔らかすぎるとダメなんですよね。これがそのサラダ麺とか丼麺に入るわけですね。こんなクラゲ、こんな一枚もんが来て、それをこう切ってたんやけど、塩漬けした箱でこう中国から入ってくるわけ。それを出してこう丸めて切ったやつがこれ。はいはい。すいません。テーブル席どうぞ。餃子さん2枚で。五目お持ち帰りで餃子さんです。はい。一番さん、ローメンセット、サラダ麺と朝2倍です。はい。はい。
3番三餃子。はい。重く上がります。はい。ラーメンに上がります。はい。はい。お願いします。僕マヨロングサラ以外。いくつちょうだい。はい。お願いします。はい。はい。はい。2倍上がります。お願いします。お願いします。ここ前上がります。はい。はい。はい。3対1で回す。サラダ麺2です。
おはようございます。ラーメンに上がります。はい、まだきゃん。はい、どうけん。はい、まだきました。ラーメン上がります。はい、どうぞ。はい、どうぞ。お願いします。はい。お願いします。はい。
竜っていうのは、まあ、一応中国でいうと男の象徴で、鳳凰の鳳っていうのは女の子の象徴で、まあ、そこであと働いてきた店が全部白龍であったりとか龍が全部ついてるのと達っていうね。で、まあ、僕の名前が達也っていうんで、まあ、それも兼ねてで、まあ、龍っていうので、中国語にするとロンになるんで、ロンとなりました。お願いします。お願いします。はいよロンメ上がります。お願いします。ラーメン上がります。ラーメンの方がこちらよく混ぜていただいてから一度お召し上がりいただいて、このままでもお召し上がりいただくことできるんですけど、こちらにあるお塩豆板醤をかけていただいて、その後もよく混ぜていただいてからお召し上がりください。
はい、餃子です。
さいね。すいません。魚介ですね、カツオとかサバとかそういうのに、まあ、野菜10種類ぐらい加えたものに果物を加えたやつを炊き込んでいます。天津飯のタレも地域によってねバラバラみたいですけど、この辺りはどっちかでそういうベースなんかなとは思うんですけどね。まあうちはね、うちのちょっとだしを使ってますけど。左でそう思いますけど。こっちはだから普通のラーメンのスープですよね。入れちゃうんで。ちょっとごめんなさいね。暑くなってきて夏になるとやり方がほんま我流なんですけど、一回沸騰させて冷ましとかないと足が早いんで、このスープだから冷やします。普通のとこやったらずっとラーメン屋さんとか立ちっぱなしなんで、だけどね、こう旗から見たら。父がだからあれが15年ほど写真前ですけど、6年ぐらいしてから認知症になっちゃって、基本の最後の方は父は料理はしてましたけど大体任されてたんで、高校定時行きながらもこういう仕事してたんで、その頃から考えたら多分5年以上はやってますね。イキイキに乗ったのは、はい、いつからなんですか？今から20年前ぐらいですかね。その父が王将を辞めるか辞めないかって時に僕がしたくないって言ったんで。なんでイキイキなんですか？裏話なんです。何にする名前って最初気になりますよね。どんなんがええやろうって言うて話しつつ、父がね結構イラチなんですよ。だからイラチやしてイライラからイライラでええんちゃうけとかいう話になって、それはさすがにやばいやろうって言うて、その G バストのままで読めますよね。生き生きって嘘でもええから生き生きしてるから生き生きにしようかって言って、ほんでそうなったんです。ええ加減なもんです。これも鉄板に火を入れる感じですね。一応ホイコーローとか鶏の味噌炒めとかのタレになりますね。
味噌に関してはうちは三重県から取り寄せてます。いいとこですよね、でもね。あ、おはようございます。ごめんなさいね。ごめんなさいね。ぬか漬けですか。ぬか漬け、このぬか自体は30年近く母が最初にしてからずっと。最近ぬか漬けちょこちょこブームというかやら始めますけど、このぬかはほんまに人気あります。してました。こんな感じで。お母さんがね、朝にお惣菜いろいろ作らはるんです。定食につけたりとかするんですけど、これ定食の小鉢の200円につけたりとか。これがベースなんで、これに僕は味をつけて調整してするって感じです。そういう細かいことは気にせず。10キロは出ますね。何にでも卵使うね。唐揚げするのにも使いますし。うちね、お持ち帰りすごいんですよ。昔からしてるので、根付いてるのでね、ありがたいですけど。刈り上げをね、しとくんですよ。もう生からやと時間かかるので。二度揚げした方が美味しい。カリッと揚がるので。はい。
やちゃん切れたよ。こっち常連さんはもう勝手にこのあっこから小鉢取りに行って食べはります。小鉢もらったよとか言って。キャベツのおかみ任せてます。めっちゃ助かります。結構ようやらはりますね。頑張る79歳です。そう。あ、わかりました。はい。綺麗。だいぶ咲いてきたな。明日ね、朝の9時。これ桜です。以上でお願いいたします。上でほら自分を介護したんでね、息子と一緒に咲いたらいつも見せてあげて、ベッドで寝てたからね、すごい喜んで。花へのそうですね。思い入れがっていうか。そうですね。いい顔してるでしょ。してますね、本当に。親子で写したの。この回転営業します。4月で。誰が。更新の時間で父が年齢的なものがあったのと、まあ今聞いたらもともと教団倒れなかった。もしかいですか。はい。円座奇数やわ。ある程度したら時間見計らって作っとくわ。申し訳ない、大丈夫です。こんにちは、いらっしゃい。焼き飯のショーと餃子のハーフいいですか。はい。餃子セット。サービスなんです。はい。酢豚セットとサービスと。ちょっと味付け違うんです。唐揚げのように揚げて刻んだのがこれです。さっきの鶏肉ですか。鶏肉ですこれ。はい。
いいですか？はい、すいませんね。お待たせしました。どうぞ。はい。台書いといて。はい、こんりゃん。で、生き生きセット3。生き生きセットはさな。ありがとう。ありがとうございます。
鶏ランチ。はい。カニ玉と唐揚げのセットです。そうですね。これは生き生きセットです。餃子がっつり食べたい方はこれ多いですね。もううちの一番人気満腹セット。はい。ですね。お待たせしました。どうぞ。鳥とかでも大丈夫。羽の木とかも大丈夫。タレ容器あったな。そう。多め。タレ。はい。色もです。これ青酢違うんです。はい。サービスに来てはる。一番で足りるか。あ、こっちか。はい、つけてますよ。はい、ここ入れておきましょうか。ありがとうございます。またお願いします。どうも。ありがとう。何を買われたんですか。焼き飯、餃子、唐揚げ売ってた。そんなに。はい、ご苦労さんでございます。お気をつけて。はい、ありがとうございます。いきます。どうぞ。サビダンション2つで、はい。サービスりゃんねー。買ってきはるわ。見えやろうし、見えやろうし。見えへんや。はい、すいませんね、どうぞ。すいません。これが焼肉っていうそういうのに使うタレですね。メニュー表にあるスタミナ丼とかもこれです。あんたいたことある？
はいもらいます。はいどうもよろしく、ミニミニラーメン。はい。そうなんショートセットラーメンね。で焼きそば弁当お持ち帰りで。お持ち帰りで。 10年ぐらいですかね。一人で来る時とかはいろいろ食べたいのでハーフサイズにしたりとか。キキさんのここが魅力とか。アットホームなところですかね。いつも気軽に声かけてもらって明るくまた来てねみたいなこうただただ作って出すだけじゃなくていろんなお話し合ったり年齢も近いので共通の話題とかもあって。普段からね。そうなんですよ。だってご主人と釣り一緒に行ったりとか旅行とかも行ったことあるんで、そうなんですよ。はい。ついこの前も誕生日やったんで、なんか乾杯したりとか、そんなんも。さっきの網になあります。美味しいです。いつもの味です。お持ち帰り焼きそば弁当を持って帰ってもらうしながらの梅干しと。焼きそば弁当。これにね、ライス別につくんです。そうです。でこれが言ってた普通醤油ですけど、ソースのやつもある、裏バージョンもあるみたいな。はーい、お持ち帰りお得ね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね、まゆちゃん。はい、ありがとうございます。
こんな感じです。美味しそうやねこれ。あー。おかん焼き飯の取ってそれぐらい。ですね。お母さん、これ。お母さん、ちょっと明日にまたあれやし、絆創膏だけ。もうじじくさいやろ。ほんで、また夕方。入れますね。はい。で。だから今年で39丸々で40名に入るんや。どんなお父様でした？もう我が道を行くですよ。みんなには好かれてはりますけどね、もうお父さん元気さるとか、ものすごい愛想がよくってね、わーってノリがよくって、そうです。はい、あの感じです、あの写真は。みんな親しまれてましたけどね。今時の感じだ、昔のね、言うたら商売やってはる人、最初家を買いに行ったのに店になって帰ってきた。そうです。家買おうって。そう、家を買いに行かはってね、探しに行かはって。お店買ってきたぞ。あ、そうです。店にしてきた。ほんまに我が道やな。店にしてきた。へえ。そっから始まったんです。そっから始まった。俺なんか巻き込まれたんです。勉強なんかできひんねんからせんでとか。ほんでそれでも担任が気使ってくれて、お前でも行ける学校が見つかったぞ。でも絶対すぐ辞めるやろとか言うように言うたけど。
なわしは金を出したらへんぞ。だから僕が出します。お前勝手に行け。めっちゃいい加減で。姉が高校とか受かった時大喜びでもうすごいはしゃいでたの。えらい違いよ1年で。まあでも身内でねやってるからこそ最後父も見てあげられましたし、それはそれで良かったと思うんですよ。職人としては父一流だったんで本当にお父ちゃんの味に近づいてきたなとかこれお父ちゃん似てるなとか言われるとやっぱ嬉しいですよね。